今回は整形外科医の本音シリーズ、東京・神奈川大雪警報の日というタイトルでお話をしたいと思います。なんじゃこりゃと思われるかもしれませんが、今年2024年2月の5日、皆さん大雪が降りましたよね。私はもうこの大雪が降る、警報が来るぐらいになると本当に毎年毎年心配になるんです。それは当院に通ってくる整形外科の患者様のことです。雪に慣れない、関東の人間は雪が降るとなんだかちょっと嬉しいんだけれども、外を歩くとすってんころりん、転倒、転んでしまいますよね。転ぶと手をついたり、尻餅をついたり、滑って足を打ったり、さまざまな骨折が発症します。自転車をしている方も滑ったり、車の事故もあったりしますが、この骨折というのが心配なんです。特に骨粗しょう症、骨が弱くなっているご高齢の方では、転ぶとまずは第一に手首をついて手首の骨が折れます。すってんころりん、滑ってしまうと尻餅をつくことによって腰骨がぐしょっと圧迫骨折を起こします。また転び方が悪くて腰をひねると、この股関節といって足の付け根の骨が折れます。大腿骨頸部骨折と言います。さまざまな骨折が起こることによって何週間から何ヶ月もかかる大変な治療を行うことになってしまうこともあるんですね。ちなみに私も50歳を過ぎて骨粗しょう症になり、骨粗しょう症のお薬を飲む一人の患者でもあるわけですので、自分の戒めも含めてこの大雪警報というのはちょっと危機的、注意しなければなというふうに思う日なんです。そこで当院では朝からこの雪かきが始まるんですね。駐車場や玄関に入るための通路、ここに雪があっては、患者様が先ほどのような三大骨折、手首の骨折、股関節の骨折、そして腰骨の骨折、こういった骨折になりかねないので、雪を全部取り払うために16号整形外科山田しおり枕研究所、みんな総出で雪かきをするわけです。やっと9時前に、病院と会社が始まる前にきれいに雪が取り除かれて患者様が入ってきます。こんな大雪、最低気温が0度を下回り、積雪も10センチと予報されていたので、きっと患者様はほとんど来れないのではないかなと思ったんですが、なんと、朝いらした2番目の患者様は90歳を超えていました。バスに乗って一人で来院されたんです。診察台の上に上がった時に靴下が濡れていたので、靴下濡れちゃってますよって言うと、先生、バスを降りた時にズボッと足が入ったら長靴の端から水が入ったんだよっていうふうにおっしゃるんですね。90歳を過ぎる方が一人でバスを乗り継いで来院される、涙が出そうになりました。でもその方はしっかりと、お膝の注射をして、絶対濡らさないように帰ってくださいねとテープをしっかり貼って、元気に笑って帰宅されました。その後いらっしゃったのは今度85歳の女性の方。なんでこんな雪の日に1時間もかけて電車を乗り継いで、この方も一人でいらしたんですね。何もこんな日に来なくても予約を入れてたのを変更すればいいじゃないですかと申し上げたところ、雪が降ってるから、病院が空いてるから、待たないで見てくれるかなと思って来たんだよとおっしゃるんです。考え方がビッグですよね。そしてレントゲンを取り、首の治療の説明をして、枕を整える
手作り枕の方法も教えて差し上げて、その方は元気に帰っていきました。すごいな。年配の方でも高齢の方でも自分の意思があってしっかり雪にも注意をして、そして来院され治療を受けて帰宅していく。私も足腰をしっかり守りながら自分も骨粗しょう症に負けずに元気でいなければ、患者様から逆に私が元気をもらった大雪警報の日でした。たわいのないことですけれども、雪が降れば雪が降ったなりにたくさん思うところ、感じるところがありました。以上です。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。